皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はですね、こんな感じでまた寒い日になってるんですけれども、きっと皆さんの住んでるエリアも暖かくなってきているところもねあるんじゃないかなと思うんですが、ここ志賀高原というね、私が普段撮影しているところは、こんな感じでまだ冬になっていますね。で、今日は霧氷がものすごく綺麗なので、霧氷の景色だとか、ちょっと雪を絡めた撮影をね一日していきたいと思います。で、今回は富士フイルム様よりね XT33 というねこちらの小型なカメラをですねお借りしていますので、このカメラを使って一日撮影をしていきたいと思います。で、私のチャンネルをご覧いただいている方であればご存知かと思うんですが、普段私は富士フイルムの GFX システムをメイン機として活動をねしています。プラス XT5 というねちょっと小型なカメラをねサブ機として使ったりもするんですけれども、そんなところから比べるとですねかなりコンパクトなカメラとなっていますので、今日はこのカメラでどんなものが撮れるのかとか、普段大きいカメラを使ったりしながら撮ってる中でどんな違いがあるのかとか、そんなところをですね私なりの意見をねお伝えしながら、写真もたくさんお見せしながらやっていきたいなというふうに思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。じゃあ早速ですね、今日はね霧氷のコンディションとかもすごくいいので、撮影をしていきたいと思います。じゃあ行ってきます。ちょっとねいい光がね当たってきたのでね撮影をしてるんですけれども、真正面にね雪面に笹がね1本立っていますね。それがねすごくね可愛いですね。手前に針葉樹があって、そこにね、霧氷のついた枝が出てるんですけど、これをちょっと前面に添えながら、少し小さな笹を見ながら、そして奥の森についていくような感じで今撮影をしているところですね。で、今ちょっと歩きながらね撮影をしてるんですけれどもね、やっぱ普段の撮影と大きな違いっていうのはね重さになりますね。普段 GFX のシステムをね2台体制で、バックに入れて歩いてるんでめちゃくちゃ重いんですけど、今回のねこの XT33 ね、実は言うとボディだけで 378g というね驚異的な軽さになっていますね。でプラス今キットレンズをつけてるんですけど、 XC13 から 33mm のズームレンズなんですが、これ 125g なので2つ合わせても本当にペットボトル1本分ぐらいというね軽さになります。なのでね本当気持ちもね軽くいられるなっていうのをですね、今撮影をしていてねものすごく感じているところです。なのでいろんなところにね目を向けられる余裕もね多分あるんじゃないかなと思うので、結構今いい光もね木の側面に当たったりとか、結構この雪面に綺麗な陰影が出てたりしますので、そういったところをですねパシャパシャと、テンポよくね切り取っていきたいかなと思います。こんな感じで少し雲がねかかってね柔らかい光がね当たってくれているので、引き続きいろんなところを撮っていきたいと思います。機材が軽いといろいろなアプローチができます。あえて三脚を使わず様々なアングルから視線を捉えてみるのも面白いです。XT33 はコンパクトながら EVF が備わっています。覗きながらその場の雰囲気を感じ取り構図を整えられるのもいい点です。上を見上げたら青空がね広がっていて、霧氷に光が当たってめちゃくちゃ綺麗ですね。ちょっとこの自分の上のねこれ米粒の葉っぱをですね天井からこう追いかぶせるような感じでやって、周りの木々も、入れながらこの霧氷の木をね取っていますね。これチルトなのでめちゃくちゃありがたい。本当にチルトはねやっぱ写真撮るときに自分はすごくね好きなので、とてもね撮影がしやすいですね。アングルを決めたりするのがやりやすくてとても嬉しいです曇ってるのもいいですけどね、青空と霧氷ってすごく相性がいいですね。とても綺麗ですね。日が昇ると森の中に少しずつ光の道ができ始めます。木々たちを優しく照らしてくれています。センサーサイズは GFX に比べると小さいですが、ハイライトの粘り、暗部の回調、ディテールの残り方はとても心地よく感じました。
だいぶですね、晴れましたので、こんな感じでいい光がね、入ってきましたね。そのおかげで今度は木の影が雪面に映し出されて、まだらな模様を作ってるんですけれども、その綺麗なまだらな模様の中にこういった落ちた枝たちの姿っていうのをですね、絡めて今撮影をしています。で、ここではフィルムシミュレーションをですね、ちょっと活用してるんですけれども、やはり自分自身なぜ富士フィルム使ってるかというと、このフィルムシミュレーションがあるからっていうところもあって、その場の雰囲気に合ったものとか自分の感情を乗せたりとかするときにすごく便利な機能かなっていうところでね、気に入って使っています。で、ここでもちょっといろいろとね、変えるんですけれども、XT33 っていうのはデフォルトでこの左上にですね、フィルムシミュレーションのダイヤルがついていますので、実際にこう覗きながらですね、ダイヤルを回して変えて確認をして取るっていうことができるようになっています。普通だったらファンクションに割り当てるとか、メニューから入って変えたりとか、ちょっとワンクッション置かなければいけないところがあるんですけど、ダイレクトにそれをね、こう覗きながら変えれるっていうのはね、このカメラのすごくいいところかなっていうふうにね、思っています。プラス、ここのダイヤルにフィルムシミュレーションレシピのダイヤルがですね、備わっているんですけれども、自分で好きなフィルムシミュレーションを選んで、そこから設定値を自分なりに調節して割り当てて使うってことができます。なのでやっぱりこういったシーンにはこういう設定がいいよねっていうのは多分皆さんも使っていてあるかもしれないんですけど、そういったものをですね、簡単に呼び起こしてその場で使うことができるっていうね、そういった機能もね、ついていますので、実際に私もちょっと使いながらいろいろとね、撮っているところですね。やっぱり撮影するときっていろんなコンディションがあるので、それに合わせてこのフィルムシミュレーションを変えながら撮っていくとね、非常に面白いんじゃないかなと思います。じゃあ、こちらで撮れる写真たちはこんな感じです。ちょっと下に降りてきて、今これから地獄谷野猿公園っていうね、お猿がお風呂に入るところにね、行こうと思います。志賀高原にも猿がいて、最近よく出てくれていたんですけれども、今日に限ってね、ちょっとお顔見せてくれなかったので、今からちょっとモンキーパークに行ってね、撮影してみようかなと思います。動き物とかもね、ちょっと撮ったりとかしたいなと思ったので、どんな感じなのかなと思うので、やっていきたいと思います。このね、トレイルがすごく心地よくてね、すごく好きなんですけれども、ちょっと楽しみながら歩いていきたいと思います。こういった何気ないところでもつい足を止めてカメラを向けたくなるのもコンパクトカメラならではだと思います。野猿公園内の雪はすっかり溶けてしまっていましたが、猿たちが数匹温泉に浸かってまったりと過ごしていました。ここでは望遠レンズに変えて撮影します。XT33 はボディ内手ブレ補正がないため、レンズ内手ブレ補正のあるレンズと組み合わせると安心して撮影ができます。さらに今回 XT33 に搭載されているオートモードを活用し、すべてカメラ任せで綺麗に撮ってくれる機能を使っていきます。さまざまな被写体を AI で検出してくれる被写体検出 AF によりスムーズに被写体にピント合わせることができました。時々少し迷うことがありますが、猿たちの動きには十分対応できました。ここで撮れた猿たちの写真はこんな感じです。そして XT33 はこんなにもコンパクトでありながら 6.2K30p や 4K60p などの動画収録も可能です。気軽に高画質な映像を撮ることができるのも素晴らしいですね。はい、ということで今回は XT33 を使って撮影しましたが、コンパクトながら本当に多機能なカメラであることを実感できました。最後はこのカメラで撮影したその他の写真をお見せしながら、このカメラの最も良い点、注意点、私なりの使い分けなどをまとめたいと思います。まず私が一番感じた良い点は何といってもこの軽さでした。圧倒的な軽さはフィールドに出て様々な自然の変化に反応するハードルをぐっと下げてくれる気がしました。GFX では手が届きにくいところ、入り込みにくい領域にも切り込んでいける小刀的な存在と言えます。
ボディ内手ブレ補正がないですが、手ブレ補正搭載のレンズの使用やシャッタースピードに注意して対応すれば特に問題はないでしょう。ただ、防塵防滴仕様がないため、上位機種のようにタフな環境で使うのは避ける必要があります。とはいえ、どんな方にも使い勝手が良く、特に初心者の方には写真を撮ることの楽しみを最大限に感じながら付き合っていけるカメラかと思います。ちなみに私がこのカメラを導入するとしたら、割り切ってこれ1台、カメラバッグも持たずフラットフィールドに入って自然の小さな息遣いを撮影したいと思います。小さいは正義という言葉がありますが、まさにこのカメラのことだと思います。今回使った XT33 に興味がありましたら、概要欄にさらなる詳細を載せていますので、ぜひ確認してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。